峰不二子から学ぶ可愛く賢く生きる極意をお伝えしていきたいなと思います。不二子ちゃんの魅力はやっぱりもう完璧さじゃなくてしなやかさがあります。ハロー、今日も可愛く賢く生きる皆さんこんにちは、嬉野です。今日は女性の永遠の憧れ、峰不二子がなぜいい女として憧れ愛され続けるのか、その私の考察をお話ししたいと思います。いい女の定義って時代とともに変わると思うんですけど、峰不二子が体現する美しさとか知性とかしたたかさとか自由さ、そういった要素ってアニメが放映され50年以上経った令和の今でも女性の理想像として色褪せない、これがもう本当にすごいなと皆さんも思いますよね。で、峰不二子っていうのはルパン三世に出てくる女盗賊のキャラクターなんですけど、本当に自由奔放でわがままな行動でこの女性の強さとか自立する、そんな存在として描かれているキャラクターです。で、彼女のキャラクターは時代とともに変化しながらも本当に多くのファンに愛され続けています。私もファンの一人です。ということで、なぜ不二子ちゃんは時代を超えて愛されるのか、こんな彼女の魅力、愛される理由、そして私たち現代女性が真似できるポイントについて話したいと思います。彼女はもうみんなね、ボンキュッボンを想像すると思うんだけど、超スタイルがいい爆美女ですよね。よく彼女の魅力って外見にフォーカスが当たる部分が多いかなと思うんですけれども、私が思う彼女の最大の魅力は外見よりも内面です。一言で言うと、彼女は好きだらけと好きのなさが同居してる、この完璧なまでのその外見の美しさとかありながら、そして知性もありながらだけど、時には失敗したり素直で弱さを見せて人に頼ることができる、そういった人間らしさが彼女の一番の魅力だし、愛される理由じゃないかなと思います。あとは、裏切りは女のアクセサリーよっていう名言が有名かなと思いますが、ルパンをはじめいろんな男性からモテまくってるじゃないですか。彼女は高嶺の花だけど自らやっぱり行動するひたむきさみたいな、そういう少女みたいな感じもあって、それが男性の守ってあげたくなるみたいな、そういう本能を刺激しちゃうんじゃないかなと思います。で、私はルパン三世のアニメの大ファンで、峰不二子ちゃんはもちろんアニメ自体がすごく好きで、昔から映画とかアニメとかも全部見てるんですよ。そう言って彼女のことアニメで観察してて見てて思うのが、その不二子ちゃんの最強の武器って選択肢の多さにあります。彼女はその美しさとか知性を兼ね備えているからこそ、男性から選ばれるだけじゃなくて選ぶ女性でもあるということです。男性を選ぶことができる、これって現代の女性にもすごくヒントになる部分かなと思いますし、今日はそんなね、彼女のルックス以外の部分にフォーカスして峰不二子から学ぶ可愛く賢く生きる、そんな極意を今日はお伝えしていきたいなと思います。ということで、峰不二子から学ぶ可愛く賢く生きる極意、一つ目は自力で稼いで自立するということです。峰不二子ちゃんの魅力って自由奔放さかと思うんですけど、やっぱりそれを支えているのは経済的自立です。どんなに美しくても経済的に誰かに依存している、そういった女性は真の美しさとか、そういった自由を手に入れることはできないです。で、彼女のね、アニメの設定上の収入源の詳細はあれだったとしても、誰かにすがっては生きていないし、不二子ちゃんが魅力的なのはやっぱりいつでもどこでも誰にでもノーって言える。で、それってやっぱり自分でちゃんと経済力を持っているからです。これが彼女の自信の源であって、男性に対等に接することができている理由です。現代だと会社員だけじゃないし、もちろんね、働き方、フリーランスとか副業とか、そういった収入の柱を増やすってことがすごく重要になってきてます。なんで女性も自分で稼ぐ、自立するっていうことで、将来の選択肢が増えるし、心の余裕が生まれます。なので自分で稼いで自立すること、またはもうその努力をするっていうことです。なので、まだね、自分で稼ぐ、そういったことをしたことがないという人は、まず本当月5万円でもいいので、そこから目標に稼ぐ副業をしてみるとか、自分のスキルの棚卸しをしてみるとか、そういったことから始めてみるといいと思います。動画講座の受け取りは公式 LINE から。そして2つ目の極意は、他人に頼るけど依存しないということです。これは私が思う峰不二子ちゃんの本当にね、最大の特徴かなとも思うんですけれども、彼女っていつも本当誰かしら男性が周りにたくさんいて、頼ってピンチの時とかは可愛くおねだりとかするんだけど、決して依存はしていないですよね。これってずるいわけじゃなくて、人生自分一人で戦う必要はなくて、適材適所で周りのリソースを活用する知恵こそが大事です。で、峰不二子ちゃんはもう本当にね、そのね、達人なんですよ。本当に彼女は助けてっていうのを素直に言いながらも、最終的には自分の力で状況を打開できるパワーが
あると。だから男性は女性から頼られるって嬉しいことだと思うし、私が以前に上げた動画、まさにねこの内容を本当話してるんですけど、女性は頼りまくれっていう動画を上げたんで、マジで見てない人はちょっとこれ絶対見てほしいんだけど、私のこのマインドっていうのは本当に峰不二子ちゃんから影響を受けて形成されたっていうのと、もう本当に過言ではないって感じ。特にね彼氏とか旦那にお願いする時のポイントは、ちょっと頑張ればできることを最初にお願いする。それで段階的にハードルを上げて器を広げさせていくっていうこと。はい、これが頼るポイントです。ルパンはちょっとなんか器が広いっていうか、ちょっとバグってる感じあるよね。でも前にね恋愛レッスンの動画で主導権を握れっていう話もしたんですけど、頼ることって主導権を握ることにもつながるんですよ。頼るってことは自分が率先してるわけだから、自然と主導権を握ることができて、男性に振り回されることなく自分で男性を振り回す側になります。イメージつきますよね。なんかルパンっていつも藤子ちゃんに振り回されてるじゃないですか。なんかあんな感じです。なんで藤子ちゃんのようにね、こういったメンタルのね強さも見習いたいかなと思うし、男性がね切れてもまた次の男性に行く、そういったアプローチを仕掛けていくっていうのも大事です。本当にだから自分で待つ必要はないし、魅力的な男性がいるなと思ったら自分で仕掛けていくっていう、声かけていくっていう、それが大事です。そして峰不二子から学ぶ可愛く賢く生きる極意、3つ目は常に美意識を持つということです。峰不二子のような本当に魅力を放つにはですね、日々の美意識っていうのは正直欠かせないです。不二子ちゃんのアニメの体型って現実離れしてるんですけど、彼女が教えてくれる本質っていうのは、自分の体をケアして大切にする、そんな姿勢です。でこれは外見だけじゃなくて、健康とか自己肯定感にも直結します。例えばね、くびれを保つとか、ふくらはぎを細くする、タイトワンピース着こなすとか、姿勢を良くするとか、声を女性らしくするとか。ポイントはですね、見せ方なんですね。単に目のパーツが大きいとか細いとか、そういうことじゃなくて、本当に見せ方だから、健康的に自分のスタイルがよく見えるファッションを選ぶことが重要です。で、藤子ちゃんの特徴的なファッションであるタイトワンピースとかを無理に着る必要はないです。それよりも自分の体型とかスタイルをよく見せるため、自分の武器を最大限に生かすファッションを見つけることが大事です。例えば首肩とか胸とか足とか腕とか背中とか、どこか一箇所でも自分に自信を持てる部分があれば、それを生かしたスタイリングを意識する、そういったことをしてみてください。そして仕草も女性らしい品のある振る舞いを心がけること。口角は少し上げたりとか、香水を身につけるとか、声のトーンを少し落ち着けてゆっくり話すとか、そういう風にすれば上品な見せ方を出すことができます。なんで品のある女性っていうのは一つのポイントだけじゃなくて、本当に細かい部分、いろんなことに気を配っている。美は本当に総合芸術です。一つ一つの小さな変化なんだけど、それが積み重なると大きな違いを生み出します。なので小さな部分でもいいので、それを積み重ねてみてください。で、藤子ちゃんが常にパーフェクトに見えるのは、そういう細部にこだわっているだからじゃないかなというふうに思います。マインドコラム公式 LINE で配信中です。そして峰不二子から学ぶ可愛く賢く生きる極意4つ目は、わがままで賢く目標が高いということです。わがままってネガティブなイメージがある方もいるかもしれないんですけれども、そんなことはなくて、自分をしっかり持っているということです。努力した上でのわがままとか高い理想は、私はむしろ魅力になるというふうに思ってます。藤子ちゃんの特にわがままっていうのは本当に計算されていて、彼女は自分の価値を理解した上で要求するんですよ。だから男性はその要求に応えたくなるんですね。これはあざといんじゃなくて、自分の価値の理解、そしてコミュニケーションの賜物って感じです。だから男性にへりくだる必要はないし、むしろなんかちょっと風変わりで自分の意見をしっかり持っててズバッっていう方が質の高い関係を築くことができます。で、特に経済力のあるというか、そういった余裕のある男性っていうのは、女性の外見だけじゃなくて中身も見てるんですよね。だから家事とか料理がうまいとか、そういうだけじゃなくて、ビジネスとかそういった高いレベルの会話ができる女性を求める傾向があります。で、これはそういう単なる教養とかではなくて、いろんなトピ
ピックに対して自分の意見を持っていたりとか、それを表現したりとか、そういった能力です。時事問題とかビジネスのトレンドとか文化芸術とか、いろんな話題に触れておくことで、どんな相手とも対等な会話ができるようになります。なので峰不二子を思い出してください。で、彼女は政治家とか経営者とも対等に話してて、よくヘリコプターとかに乗ってすごい会話してると思うんですけど、ビジネスパートナーになれるほどの知性を兼ね備えてますよね。彼女も女の武器はいろいろあるけど、一番の武器は頭よっていう名言を残してますが、本当に服とかメイクだけじゃなくて、自分の目標とか社会への関心を持つこと、そうすることで会話の幅が広がって魅力的な女性になることができます。で、藤子ちゃんが教えてくれる最大のやっぱり教訓っていうのは、自分の価値を理解すること、自分を大切にして自分の能力を信じて、そして自分の望みをはっきりと伝える、この3つができれば、あなたも藤子ちゃんに近づくことができます。そして最後、私が愛する峰不二子ちゃんの大好きな名言を一つ紹介します。それは、無理だと思ったらやめる、めんどくさいと思ったら続ける。これは本当に私が好きな本当に彼女の名言なんですけれども、これは諦めるべき時と続けるべき時の見極めって、すごく人生大事になってきますけど、この彼女の言葉の真髄っていうのは、自分の感情を信じるということです。無理って感じるのはその本能的な警告のサインかもしれないですよね。でも一方で、その面倒くさいって感じるのって惰性とか恐れとか、そういった抵抗から来るものじゃないですか。で、藤子ちゃんっていうのは、無理と思ったらやめる、めんどくさいと思ったら続ける。そんな風に藤子ちゃんのは、自分の感情を繊細に読み取って、それに従って行動している、そんな女性だし、本当にね、これが彼女のパワーの源泉かなとも思います。ということで、今日私が愛する彼女の魅力、そして彼女が愛される理由、そして現代女性が真似できるポイントもいくつか紹介してみましたけど、いかがでしたでしょうか。私は今こうやって話してみて、峰不二子ちゃんからすごく自分のマインドが影響されてるなっていう風に感じました。高嶺の花でありながらも、失敗してもひたむきに行動する、その姿が男性の守りたい欲を刺激するし、くれくれ女性よりも自分の頭でちゃんと考えて高い目標に向かって行動できる女性こそ、やっぱり真の魅力を持っています。藤子ちゃんのような女性になるために、今日から始められることとしては、1つ目、経済的自立の第一歩を踏み出す、副業スキルアップ。そして2つ目、自分の強みを理解してそれを生かす方法を考える。そして3つ目、美の意識を忘れない。姿勢、声、表情など、外見の分かりやすい部分から小さなところでもいいので細部までこだわる。そして4つ目は、知的好奇心を持っていろいろな分野の知識を増やす。そしてこれくらいでいいというふうにもう妥協しないで、常に高い理想を持つ。目標は高くということです。なので皆さん、自分らしく自分を大切にして、峰不二子のように可愛く賢い女性を一緒に目指していきましょう。そして最後に覚えておいてほしいことが、藤子ちゃんの魅力はやっぱり完璧さじゃなくて、しなやかさにあります。だから、たとえ失敗しても傷ついてもいいんです。それでもしなやかに復活して次に進む力、これが現代に生きる私たちが彼女から学ぶべき最も大事なことかもしれません。ということで、今日はここまでになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画の高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。